今回の動画ではですね、日本語学習者の皆さんから質問されるというよりも、ほとんど文句を言われるような漢字の読み方についてご説明したいと思います。まず最初に申し上げます。日本語は難しくありません。なんて言うと、学習者の皆さんからね、日本の人はみんな同じこと言いますとかですね、あなたは日本語の先生ですからなんて言われてしまいますが、確かに日本語の先生がね、最初からね、日本語は難しいですよなんて勉強してる人に言ってたら、それはもう先生失格ですね。ですが、実はちょっと勉強の仕方を変えるだけ、考え方を変えるだけで、とても簡単に効率的に学習できるようになります。ですので、そこを少しアドバイスしたいと思います。とりあえずはこの漢字でやってみましょう。はい。この漢字はご存知の通り、日本の日という字にも使われていて、また日本語教育の参照枠セパールの基礎漢字122にも含まれているとても重要な漢字になります。けどこの漢字ですが、いろんな読み方をするんですね。そこが難しいと感じてしまう理由なんですけれども、この漢字、日本の人たちはどうやって覚えていくんでしょうか。実はですね、日本の人たちはこの漢字一文字一文字を見て、いくつもの読み方があるとはこういうふうには覚えていかないんですね。その漢字を使った言葉、語彙、いわゆる単語を単語として覚えていくんです。そしてその単語としてたくさんの言葉を覚えていけばいくほど、この漢字にはいろんな読み方があるんだなっていうことに気がついていく。これが正しい漢字の学習方法です。じゃあこの「日」っていう漢字を使った単語、熟語、どんなのがありますかね。はい、こちらですね。いろいろと並んでると思うんですけれども、これ読めますか。これらの言葉を日本の人は一つの言葉としても読み方を覚えちゃうんですね。例えば一番上のこれは一日と読みますか。1日と読む時もありますね。一日なんて読む時もあります。どんな時にどう読むのかっていうのをいちいち漢字一文字の読み方考えるんじゃなくて、言葉として単語として覚えちゃうんですね。でそういうことを小学生の頃からずっと勉強してでだんだん大人になっていくと、読み方いろんなのを覚えていきますので、覚えていって初めて何種類もの読み方があるってことに気づく。ですので日本の人たちも実は日本語学習者の外国人の方々と同じで、読めない言葉に出会った時、やはり漢字を読んでみて何て読むのかなって考えてしまうんですね。例えばこちらの漢字どうでしょう。日って字使われてますね。これはですね、結構知ってる人いるんですね。何て読むかご存知でしょうか。実はこれひまわりと読むんですね。真ん中に日って書いてありますけれども、これ何て読んでます？読んでないですね。これ日本の人は漢字一文字一文字で読むんじゃなくて、ひまわりという言葉として覚えてるんですね。でひまわりならいいですけど、これなんかどうでしょうね。100日100日の紅なんて読むの？普通これ読める日本の人はいません。これ読める人はよっぽど読書が好きな方とか教養のある方なんですけれども、別にこれ読めなくても恥ずかしくありませんが、これ実はですね、サルスベリって読むんですね。これも綺麗な植物の名前なんですけれども、こんな具合にですね、同じ日本の人たちも漢字の読み方で困ることあります。それを難しいと考えるのではなくて、言葉として単語としてそのまんま読み方と一緒に覚えてしまう、この方法ですね、ぜひ繰り返すように心がけていくと、日本語が少しは簡単に感じると思います。頑張ってください。